はい、地球のわけなんでです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。とっくん、年末にかけてちょっと大掃除してるんですけども、自分のおもちゃ箱からこんなパーツが出てきたんですね。ゴミですか？いや、ゴミじゃないです。まあゴミなんだけど今だとね、これ銃の持ち手が出てきたんですよ。で今とっくんの言うようにこの後ゴミになっちゃうんですよね。なるほど。で、今回ゴッドハンドさんのこの削るブレード中目粗目っていうのがあるんですけども、こちらの商品をですね僕使ったことがないんですね。なので今回はこの削るブレードを使って、オリジナルの銃を使うことによって、このパーツがですねまた生かされるんじゃないかなと。生かされなさそうですね。噛み倒したもんね。いやだからねこう復活させてあげたいなと。なるほど。今回はかわいそうなパーツをですね、かっこよくね仕上げてあげて、で自分の持っている模型にですねちょっと持たせてあげようじゃないかと思っております。しかしこれ元は本当何のパーツなんだろうね。それではですね、すでにものすごい戦ったような跡があるんですけども、このようなね3つのプラ板を重ね合わせてちょっと板を作ってみました。で今回使用したプラ板はですね、ウェーブさんのグレーメモリ付きですね。厚さ 1mm、 これがねやっぱり非常に使いやすいですね。そしてタミヤさんの 2mm のプラ板、これをアメイジングカッターミドルでもうザクザクと切って重ねて、だいたい 8mm ぐらいのしてこんな感じでとっつけてみようかなと。はい、改めまして今回使ってみようと思う商品はこちらでございます。ゴッドハンドさんの削るブレードの粗めと中めです。こちら粗め中めとあるんですけども、よく質問であるのがヤスリで言うと何番相当ですかっていうようなね質問がよくいただくんですけども、こちらの商品はですねその番手とかがあるのではなくて、どちらも同じように綺麗に削ることができます。ではですね、こちら2つの商品何が違うかと言いますと、じゃあよくよく見てみると粗めと中め長さが違いますよね。1回のストロークで削れる量が違うんですね。なんで粗めの方は1回のストロークで多く削れるということなんですよね。この違いでどういった差が出てくるかと言いますと、1回で削り出しが多いので大まかな形を作るのはこの粗めが向いていて、こちらの中めの方はそこから細かいねディティールを作っていく、この作り込みが向いている商品になっています。こちら削る方向があるわけではないので、どちらの方向からでも削っていけますので、右利き左利きとかねそういった意識もせずに簡単にね軽い力で削っていただけるというのが特徴になっております。では早速ですね、こちら2つの商品のね違いをこう意識しながらね使っていきたいと思います。削るブレード粗めで大まかなね形を出していきたいと思います。言って今プラ板を重ね合わせているだけですので、もうだいぶガッタガタなんですよね。素早く形を整えることができるとありますので、どんなものか使っていきたいと思います。ああそうか、削る方向関係ないからこういう削り方も OK なのね。ああ確かにこれだと早いな。全然力入れなくてもいいですよ。本当にブレードって名前がついているだけあって、ここ触ると結構チクチクします。で厚みもねしっかりあって持ちやすくて操作性はすごいいいですよ。コントロールしやすいです。こんな感じでここから見たら結構まっすぐじゃない、ピチッとで断面ですよ。そんなにプラが荒れてる感じもなく綺麗に削れてますね。しかもこのプラ板の合わせ目がなくなってますので、合わせ目消しなんかにも全然使えそうだなっていう印象ですね。綺麗だな断面。よし、じゃあどんどん削っていきたいと思います。例えばですね、今ここものすごい合ってないですよね。こういうところなんかにどうとか鬼早くない？本当ですね、一瞬ですね。一瞬だよ。すごいガリガリに削れます。すっごいね、こんな感じで本当に大雑把な形をね、作るのに非常に向いております。早い。
というわけで大雑把ですが完成されました。やっぱ接着剤でくっつけた時のこの合わせ目のね綺麗に消えてますし、本当にここのエッジはだいぶ経ちましたね。そうですね。すごい綺麗。最初の状態と比べたらこう全然違いますね。だいぶこう段もありましたし、こう1回のストロークで多く削れてるんだけど一個一個はねこう細かくね削ってるので断面も綺麗ですよと。すごいな、本当に細かく削ってるからもう粗いの粗がね見えなくなってるぐらいね。こんな感じで大まかな形作ってみました。はい、続きまして削るブレードの中目を使っていきたいと思います。こちらはですね、先ほどのこの粗めで大雑把にね形を作った後の、この面の調整であったりとか、あとは形を作り込んでいくという過程で威力を発揮するということですので、さっきの粗めで大雑把にしたところを整えながら、この角ですね、ここにC 面と言われるこうカックンとねなってるようなこの角を削ってねちょっと形を作り込んでいこうかなと思います。それでは早速中目を使っていきたいと思います。さっきの粗めと違ってこの動かす時のストロークはね短めになって1回で削れる量は少なくなるんだけど、その分細かいね作り込みが可能になると。だからね、どこに当たってどう削れてるかっていうのはすごい伝わりやすくて、感覚的に今ちょうどこっちの右側の方が多めに削れてるなとか結構わかる。でここにね指がこう板の真ん中に乗せれるので、特に指に伝わりますね。結構今どういう削り方してるかとか。大体大雑把にこの周り削ったんですけども、細かい作り込みがなんかできてるっていうか、この短いのでこう斜めになってるなって思うところにヤスリを当てるじゃないですか。そうすると最初はねえらいグラグラするんですけど、全体的に平らになった時にグッと安定するんですよね。だから今まっすぐ全部面が当たってるっていうのがこの指で伝わるんで、すっごい削りやすいですね。あと中目と粗めでは仕上がりがねそんな差ないですよという話をさせてもらって削ったんですけども、やっぱり1回のストロークで削る深さが浅い分、なんか中目の方が綺麗にするのは早いですね。だからこう少しねこう軽く撫でてあげたらもう表面が綺麗になるって感じですね。かっこよくない？ほら結構綺麗にほら C 面できてるくない？そうですね。すごいプラモデルでよく見るやつだこれ僕にもできる。すごい本当に綺麗にできてる。これなかなか難しいんじゃないかな。削るブレードで簡単にできますよこれ。でもやっぱ C 面って考えた人すごいね。ほらなんかめちゃめちゃかっこいいんだけど、うわーテンション上がるな。これはすごい上がる。こんな調子で全体的に C 面を作っていきたいと思います。ここ特訓分かりますかね。ここ僕も一番うまくいったんじゃないかっていうぐらい、ここお気に入りですね。この角をね。いやー思いのほかちゃんとしたパーツになっているのがそうですね。いいね。はい、というわけでですね、削るブレードで銃を作っていこうと最初はね言ってやってきたんですけども、大体僕の中でですね削るブレードの粗め中めのなんかこう使い勝手とかね、そういうのもだんだん分かってきたなということで、今日はここら辺にして逆にここの先端の部分ね、これはゴッドハンドの別の工具でね、そうですね、なんかいろいろディティールアップとかねしていって、だからこうゴッドハンドさんの工具縛りで銃をね完成できたらいいんじゃないかというような気持ちにちょっとなってきたので、後でここの部分言うこと同じだなって思ってであるなら本当ねゴッドハンドさんいろんなね工具まだ出しておられますので、それを使ってねまた紹介していきたいと思います。えらいね中途半端なんですけども、僕ここでねもうすごい満足しちゃったっていうことで、今回は削るブレードの粗めと中めのね紹介をこちらのパーツで紹介させていただきました。はい、というわけでですね、今回紹介させてもらったのはこの削るブレードの粗めと中めですね。終わった後はですね裏がだいぶ真っ白になっていますので、こうやってね真っ白になっていますので、歯ブラシでねこう落としたりとか、あと100均にこういう不思議なジェルとなんかスライムみたいなのが売ってるんですよ。削るブレードをトントントンとってほらめっちゃ取れるでしょ。本当だ。こうやってね、汚れをきれいに取ってあげれたらと思います。
かなりねこう細かいところ入り込んだものは本当こう1個ずつね丁寧にこう取っていった方がねやっぱ長く使っていくコツだと思いますし、あと削れ方がやっぱ変わってしまうので、なるほど詰まってるところとね深いところでね、そういったのを防ぐためにも必ずこうやってねメンテはしてあげるといいのかなと思います。じゃあねオリジナルの銃を作ろうじゃないかというので、まずはこの最初のねこの特にゴミと言われてしまったこのパーツ、取っ手のついたハンマーに確かに取っ手のついたハンマーね、こういう感じでね、そうですね、今はね打撃系の武器ですが、遠距離系のね武器にね仕立てたいと思います。一体今度はどんな工具でキーラップされていくかというのも交互期待ということで楽しみにしていただけたらなと思います。はい、半年以上何もないなんてことはないようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、というわけでこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。